guys! モンスターション TV! 始まりましたモンスターション TV! 元気があれば何でもできる。元気があればウルージュになれる。そんなあれだわ。いいんださ、外でやっていきましょう。今回はですけども、前回の続きでございますね。こちらのビブルカードからお話をしていきたいなと思います。世界一の船大工、ガレーラカンパニーということでね、お話をしていきたいなと思いますけども、ここではやはり皆さんが一番気になっているであろうクローバー博士についてお話をしていきたいなと思います。やはりクローバー博士ね、いろんな秘密を知っているということで、彼の周りを洗っていくといろんなところに繋がっていくわけでございます。別の動画でまたお話をしていきたいなと思いますので、ざっくりとね、ここについてお話をしていきたいなと思いますけども、これ大体ざっくりって言うとね、ほぼ話しちゃうんだけど、今回特にね、僕が伝えたいところとしては、でもこれは先日ちょっと軽くお話ししているところになるかな。ラフテルの場所っていうのがどこなのかっていう話だったりとか、ラフテルイコール巨大な王国なのとかっていう風になったりとか、そこら辺の最終的な話になるわけでございます。それは一旦置いときますけども、今回はここでも出ているように、クローバー博士といえばやはりある巨大な王国の姿っていうね、ここの話が出てくるわけでございます。ここでもやっぱこうやって見てみると、その王国っていうのがあって、で、周りに雲があるんだよね。雲をわざわざ描いているところがすごい気になっていて、なんというか書き方的にも雲を描くのはいいんだけども、なんか雲の位置とこの王国の位置っていうのが近しいなっていう風に思えるんだよね。あれこれもしかしてだけど、クローバー博士の話している王国ってこれ空に浮いてんのかなみたいなね、そういう風に思ったりするわけでございます。現に空島っていうものがあるわけでございますし、現にビルカとビルカっていうところでのつながりもあったりとか、いろいろと空に関してはね、気になるところがあるわけでございます。あとワンピースといえば月ということで、いろいろと繋がってくるんだけども、もしもこのある巨大な王国っていうのが空にあった場合は、だいぶ面白いなっていう風に考えるわけでございます。で、別の場面でもクローバー博士がね、ポーネグリフについて話をしている時に、なんかこう、落ちているような感じで、そのポーネグリフが描かれているんだよね。落ちているイコールそれというのが空から落としているのかなっていうね、そういったようにも思えるんだよね。っていうところで僕はちょっとこれもしかしたらある巨大な王国っていうのが空にあるのではないのかなんて考えます。で、もう一個、クローバー博士がここでなんか地球儀みたいなところでなんかブワーっとこう話しているところがあるわけでございますけども、わざわざなんでこれがピックアップされているのか。ワンピースといえばね、やっぱ一個一個のコマだったりとか笑い方にしてもそうなんだけども、全てが大事になってくる。で、ここであえてこのコマを使っているっていうのが僕はすごい気になっていて、地球儀があって、で、いろんななんか惑星がバーっとあるんだけども、それイコール宇宙だよね。この宇宙についてのことが、描かれているわけでございます。ってなってくると自然と宇宙とこの地球とのつながりっていうのが、出てくると、何かしらワンピースの世界でそういった動きがありますよっていうような伏線にも思えてくるんだよね。だからこそのずーっと描かれている月。当たり前ですよ。夜になれば月は出てくるんだけども、それにしてもその大事なところで月っていうのをピックアップしてくるっていう話だったりとか、D っていうのも半月に見えたりとか、いろいろと月にまつわるようなものがある。現にエネルさん言っちゃってますからね。そういったところでも、なぜここにこの地球儀みたいなものがあったのか。で、結局、小原っていうのはそういったような文脈をどんどん読み解いていって、いろんな情報を知っていった。だからこそ、この存在に気づいた。だからこそ月っていうものが後にポイントになってくるから、こういう風に模型まで置いて、いろいろと研究をしているのではないのかなんて思えるんですよね。普通に考えていけば、そういったような学者さんたちが集まる場所だからこそ地球儀みたいなものがあるっていうのは理解できるんだけども、彼らが何に関して研究をしていたのかっていうのがめちゃくちゃ重要になるわけでございますよね。いや、これそう考えていくと結構えげつないなっていう風にね、思うわけでございます。そしてもう一つ、小原が紡いだ文献という風に書かれているわけでございますけども、小原がバスターコールを食らって亡くなる前にいろんな本をバーって落としていったわけじゃないですか。水の中に落としていてそれを残そうとした。その中にめちゃくちゃ重要な本、ブラッグメンっていうものがあった。そもそもどんな本でもここは本当に重要なね、ものしかないわけでございますけども、ブラッグメンがあった。このブラッグメンっていうのがめちゃくちゃ重要だなっていうふうに思っていて、そもそもこのブラッグメンって何なのって言ったら、もちろんね、作者がいて、で、その作者っていうのが相当重要でございます。それ
れというのがルイ・アーノトでございますね。このブラグメンっていうのがそもそも出てきたタイミングっていうのはリトルガーデンの流れとかで、このルイ・アーノトっていうのがリトルガーデンとも大きく繋がってくる。それは一体何なのかっていうことでちょっと別で動画を出してるんでぜひとも見ていただけたらなと思いますけども、やはりブラグメンとこのルイ・アーノトっていうのがこのワンピースの世界でまだまだ色々とちょっと出てくるのかなっていうふうに思います。普通に考えればリトルガーデンで出てきて、そしてここでも出てくるっていうね、こんなちょっとしたところがまた出てくるっていうのはちょっと意味深だなっていうふうに思えるわけでございますからね。まだまだ何かあるのかなっていうふうに思います。そしてクローバー博士の次に来るのがサウロでございますね。サウロに関してはもう散々言っているんで、ざっくりとね、お話をしていきたいなと思いますけども、まだ生きてんじゃないのやっぱ、アイスタイムカプセルっていう、こんな技よ。普通だったら、アイスタイムなのに、アイスタイムカプセルっていう、こういう風になっていくわけでございますから、なんかありそうだよね。生きてるんじゃないのっていう。じゃあどこにいるのっていう話だったりとか、ちょっと気になるところではある。ただここには去年っていう風に書かれているので、去年イコール死んだってなるのが正解なんだけども、ただ氷付けにされているっていうね、仮死状態っていう風になれば、一応死んだってことで、ここにこういう風に表記することはできるよね。あとは、青木さんの言っていた、まだ小原は滅んじゃいねえっていうね、お話もそうですけども、それがこの紡いだ文献なのか、本があるからまだ終わってないよっていうことを言いたいのか。ただそれじゃあね、小原が死んでないっていうのにはちょっとなんか、違うのかなっていう風にも思えてくる。だけどもサウロに関しては生き証人っていう風になってくるわけでございますから、彼がいればこの小原についてのいろんなことがまた復活とか蘇るというかね、いろんな話ができるっていうので、生き証人っていう意味合いでもまだ生きているっていうような、滅んじゃいないっていうね、そういったところに繋がってくるのかなっていう風に思います。そして続いてニコ・オルビアでございますね。ロビンちゃんのお母さんでございます。ここは何回見ても本当にね、涙なしには見れないっていうような場面でございますけども、書かれているのが夫の無念ということで、ロビンちゃんのお父さんはすでに亡くなっているっていうのが、正解なんでしょう。オルビアの夫、ロビンの父もまた、ポーネグリフ探索チームの一員であったが、志半ばで亡くなったっていう風に書かれているんだよね。果たして本当に亡くなったのかなっていうところではちょっと気になるんだよね。意外とどこかで出てくるのかみたいなね。まだわからないですよ。本当に亡くなったって可能性もあるし、実際ね、そのワンピースが残り5年で終わるとかっていう話ですげえブーストかけてるわけでございますから、そうするとそこまで話を広げれるのかっていう疑問はあるけども、同時進行で進めていくような流れでもしも出てくるのであれば、もしかしたらっていうね、それが青木寺さんだったりねそれについては別で動画出してるんで、ちょっと見ていただけたらなと思いますけども、もしもそういう風に来たとすれば、青木寺さん路線で出てくるっていうのは一つあり得るかもしれない。でももしも青木寺さんじゃない場合は難しいかもね。なんかもう一回出てくるとかっていうのはなく、本当に亡くなったっていうパターンもあるかもしれない。ただなんでここで亡くなってない可能性があるっていう話だったりとか、青木寺さんの話が出るかというと、やはり麦わらの一味っていうのは親がみんなすごい人たちなんですよ。例外なくね。例外なくみんなすげえ親たちだからこそ、そういったパターンはある。あとはあり得るとすれば、その一方がめちゃくちゃやばいっていうのはあり得るよね。例えばウソップのところに関してもお父さんがまさかの赤髪海賊団であるっていうね、そういった流れが出てきて、でもお母さんは本当に亡くなっているわけじゃないですか。そういったところでお父さんも亡くなっている。だけどもニコ・オルビアでございますよね。すごい考古学者であるっていうところで、すごい親であるっていうところに繋がってくるわけでございます。そういったパターンも考えられるので、一概にちょっとそれを全部言い切っていくのは難しいけども、果たしてっていうね、もしかしたら青木寺さんの LINE で来るのか否かっていうね、これについては本当ぜひとも見てほしいし、すごい根拠があるんでね、見ていただけたらなと思います。そして続いては石井20でございますね。この20っていう言い方がすごい面白いなと思っていて、これワコロが言ったのかな、なんか本当発音がすごい面白いなと思ってね、印象に残ってるわけでございますけども、彼らこの石井20っていうのが結構重要なのかなって思うところもあって、黒ひげがなぜドラム王国にね、攻めてきたのかっていう。で、彼らといえば、やはり医者としてはすごい医者である名医でございますよね。で、ドラム王国っていうのは医療大国でございますから、いろんな人が、いろんな国から、そのお医者さんたちを求めて来るっていうのは考えられるよね。様々な国から集まってくるのはわかる。それがいい人であれ、悪い人であれ、イコール海賊っていうのも来る可能性はあるよね。そして、全くもって寝れてないこの黒ひげがね、来るわけでございますよ。生まれてこの方寝たことがねえっていうとんでもないひげ豚さんでございますけど
も、彼がやってきて、で、お願いしたら、いやー、これ治んないっすねって言われて、ゼハッピッみたいな。そんな感じになっていったのかなっていうね。多分、本人としては全くもって笑えねえっていう状態で潰していったのかなっていうね、感じでございますけども、闇に飲まれろって言って、ブワーって言ってね、やっていたのかなみたいなね、感じがしますけども、まあそういったような流れがあって、ドラムを攻めてきたのかなっていう風に考えることもできるよね。お医者さんを求めて、自分は寝れないわけでございますから、だからこそ来たのではないのかっていうね。だけども、冬島みたいなところで子供時代なんかこう泣いているみたいなね、シーンがあるわけでございますから、そう考えていくと、どうなのかなみたいな。ただの冬なのかなとか、彼自身がね、実はドラムの出身なのとか、まあドラムの出身であれば、こんだけ暴れていたのであれば、なんかどっかの海賊が、ではなくて、もともとこの出身の海賊でっていうね、そういう風にみんな言うわけでございますから、なんかそんな黒ひげを知ってますみたいな雰囲気のやつは誰も出していなかったので、そう考えていくと、まあ別の場所での場面なのかな、他の冬島出身なのか、はたまた、単純に雪降ってましたみたいなそんな流れなのかなっていうふうに思いますけどもね。でも結局ドラムに行ってるっていうところを考えていくと、なんかちょっとぽいなっていう風にも思えるわけでございますよ。なんとかフェイクにも思えるっちゃ思えるんだよね。ドラム出身なのかなと思わせておいてみたいなね。そういう風にも思えるわけでございます。で、黒ひげの出身についてもね、出ているんだけども、確かね、グランドラインとしか情報は出ていないんだよね。でもドラムに関してもグランドラインなので、まあそれはそれなんだよね。グランドライン。だからまだ完全にドラム出身ではないっていう風には言い切れない。言い切れないけども、果たしてっていうね、ちょっと気になるところではある。ただ僕としてはなんか、それはフェイクなのかなっていうね、ドラムはフェイクって言ってこうなんか携帯にメールが来るっていう俺の鉄板のネタなんだけどさなんかもうクラピカのあのシーンが本当に面白くてさ、面白いってか多分最初に見た時に嘘やろみたいな、嘘やろってかもうそれ当たり前やろって感じなんだけどさ、なんかもうすごいクラピカかわいそうやなっていう、俺がクラピカの立場だったらもう絶望的になってるもんね。せっかくなんかもうこれで死んだと思って安心だと思ってさ、なんかいけんのかなと思ったら、おい両断てめえこんな野郎っていうね、そんな感じだったのかなと思いますけどね。だからまあそういうことよ、そういうことよ。結論だからね、黒ひげっていうのは寝た方がいいよはいということで、僕の考えとしては彼はドラム出身ではないよ、ないけどもドラムを襲ったのはまあそりゃ医師たちがいるわけでございますから、医療大国でございますから、だから睡眠薬くれるんじゃねえと思って言った結果ダメだよっていうね、睡眠薬じゃ効かないよっていう治らないよっていうような感じで終わったような流れでブチ切れたのではないのかなって思います。そんな黒ひげについてね、いろいろ動画を出しておりますので、最新でねこのケルベロスについてとかっていうのを出しているので、ぜひともちょっと見ていただけたらなと思います。それでは今回この辺に締めていきましょう。最後になりますがじゃんけんタイムいきましょう。最初はグーインガザーラシーということで P でした。また次回お会いしましょう。 See you next time!